こんにちは。今日は少し大きめのワンハンドルのバッグを作っていきます。編み方はグラニーステッチ。とても可愛い編み方です。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 細いタイプで色はホワイト、 40g で96メートル、使用界隈の目安は6号。これを今回2本一緒にして編んでいきます。この糸は綿 100% でしっかりとしています。2本一緒にして測ると太さは 2.5 ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作っていきます。底もグラニーステッチで編んでいきます。最初の鎖は4の倍数プラス1。例えば13、17、21、25、29、33。4の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫です。鎖編みをしていきます。まず1つ目の鎖。1つ目の鎖は少しだけゆったりと編みます。少し大きめの鎖が1つ。2つ目からは普通の鎖。特にゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。鎖編みをしてきました。私は鎖29で編んでいます。この状態で長さは20センチ。そこは2周編んで、これぐらいのサイズで作っていきます。私はこの長さでスタートします。最後の鎖を指でギュッと押さえて、鎖3つ。1、2、3。3つ目にマーカー。で、針から1、2、3、4。指で押さえていた鎖。ここに長編み。1、1、2、3、4。で、表から針を入れます。長編み。これで鎖3つと長編み1つ。同じところにもう1つ長編み。これで鎖3つと長編み2つ。次は鎖1つ。足元3つ飛ばして4つ目長編みをします。1、2、3、4。表から長編み。あと2つ。全部で3つにします。これで鎖1つと長編み3つ。これを繰り返していきます。鎖1つ。足元1、2、3、4。長編み。また鎖。
1,2,3,4で、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。端の鎖にも長編み3つ。次はここに角を作ります。角は鎖2つ。1、2。端の鎖に長編み3つ。1、2、3。これで角ができました。こっちにも角を作ります。角を作るときには鎖2つ。同じところに長編み3つ。1、2、3。これで角ができました。この糸端は後で針で隠しておきます。次またこっちに編んでいきます。こっちと同じように鎖1つと同じところに長編み3つ。これで端まで編んでいきます。ここでまた角を作ります。一周編んできました。次はここに長編み3つ。最初に鎖3つと長編み2つを編んだところ、ここにも長編み3つ。これで長編み3つ。ここでも角を作ります。鎖2つで、ここに長編み3つ。1、2、3。これで長編み3つ。マーカーのところにつなぎます。この時は鎖1つとでマーカーのところに細編み。これは鎖の下から3つ目。上が2本で下が1本の位置。この位置に細編み。これで鎖1つと細編み。これでつながりました。1周目が終わりました。次は2周目。鎖3つ。1、2、3。根元のこの角のスペース。長編み2つ。1、2。これで鎖3つと長編み2つ。鎖1つ。で、ここに3つ。
これで鎖1つと長編み3つ、また鎖1つと長編み3つ、このまま角まで編んでいきます。反対側まで来ました。またここで角を作ります。今最後のスペースに長編み3つ、次は角、鎖1つ、さっきは鎖2つだったんですが、今度は1つで、同じところに長編み3つ、2、3、これで長編み3つと鎖1つ、長編み3つ、次は鎖1つ、次のスペース、ここでも角を作ります。鎖1つ編んでから長編み3つ、1、2、3、ここで角を作ります。鎖1つで、同じスペース、これで角ができました。これからまたこの向きにここと同じように編んでいきます。鎖1つ、長編み3つ、また鎖1つ、長編み3つ、これでここまで編んでいきます。この端のスペースまで編んでいきます。一周編んできました。端のスペースに長編み3つ、ここでも角を作ります。鎖1つと同じスペースに長編み3つ、これで角ができました。で、また鎖1つ、1、2、3、長編み3つ、最初の鎖1、2、3、ここに細編みでつなぎます。1、2、3、細編み、これで角ができました。これで底は終わって、次は側面。鎖3つ、1、2、3で、同じところに長編み2つ、1、2、で、次はここ、今までと同じです。このまま角まで編んでいきます。角まできました。さっき測り忘れていたんですが、底のサイズは27センチと、縦は
6.5 センチぐらい。底のサイズはこれぐらいになります。また側面を続けて編んでいきます。今角に長編み3つが1つ、今までは2つだったところに1つ、次はここ鎖1つとこの真ん中3、この真ん中のラインに長編み3つ、次は角にも1つ、鎖1つと側面はこんな感じで編んでいきます。また今までと同じこのまま端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。側面の1周目を編んできました。角にも長編み3つ、次はこれは真ん中鎖1つ、長編み3つ、で次はこの角にも長編み3つ、ここにはすでに鎖3つ、長編み2つなのでここでつなぎます。また細編み1つでつなぎます。1、2、3、細編み、これが鎖1つの代わりになります。これからはずっと同じ鎖3つ、長編み、鎖、また鎖、これでぐるっと一周します。これからは角がないので全部同じように長編み3つ、これでぐるぐると編んでいきます。このまましばらく続けて編んでいきます。そこから測って19センチ編んできました。段数は14段。私はこれぐらいにしようかと思います。ちなみに横幅は31センチ。31センチの19センチぐらいの比率で側面を一旦ストップして次にハンドルを作っていきます。ここで側面を終わりにします。長編み3つ、最後は鎖1つと最初の鎖の下から3つ目、ここに引き抜いてで糸を切ります。鎖1つを編むようにして次はハンドルを作っていきます。まず平らに置いて大体の真ん中ぐらい、ちょうど真ん中にはならないんですが、こっちの
数とこっちの数が同じになる位置、2つによると少しずれるんですが、こことここは同じ長さになるようにします。この数を数えて同じになるようにします。で、マーカーをつけます。こっちにも。ここからハンドルを作っていきます。横から見るとこんな感じで編んでいきます。台形を作っていきます。こっちが正面、真ん中にマーカーをつけて、新しい糸、この三角のスペースから始めます。で、同じところ、ここから鎖2つ、1、2、次の三角、ここに未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて三角2本から引き抜いて、これで鎖2つと未完成の長編み、これを一度に引き抜いて三角ができました。今引き抜いたところにマーカーをつけます。で、この三角にはあと2つ長編みをします。こんな感じになりました。斜めのラインを作っていきます。で、次から下と同じ、また鎖1つ、長編み3つ、鎖1つと長編み3つ、でこのままこの三角を続けて、でここまで、ここでまた三角を作っていきます。なのでここまで編んでいきます。ここからスタートしてマーカーの手前まで来ました。今マーカーの手前にはこの三角のスペースが1つ、ここにも長編み、鎖1つで長編み1、2、3つ目はここと1つにします。未完成の長編み、次はここ未完成の長編み、これで未完成の長編みが2つ、一度に引き抜きます。これで斜めのラインができました。鎖2つ、1、2、裏返して内側から編んでいきます。で、鎖2つと下の三角のスペースに未完成の長編み、これで鎖2つと未完成の長編み、一度に引き抜いて三角ができました。で、マーカーをつけておきます。で、あと2つ、下と同じ模様で編んでいきます。鎖1つ、長編み3つ、
鎖1つ、長編み3つ、同じようにこのマーカーをつけた手前まで編んでいきます。内側から編んできました。ここがスタートしたところ。足元を見るとマーカーの手前に三角のスペースが1つ。ここにも長編みをします。鎖1つ、長編み2つ、で3つ目はここと1つにします。未完成の長編みで、こここれで未完成の長編みが2つ、一度に引き抜きます。これで斜めができました。鎖2つ、裏返します。今度は外側から編んでいきます。鎖2つと未完成の長編み、ここで、あと2つ、これを繰り返していくだけです。これで反対側のマーカーのところまで3周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に三角のスペース、ここに長編み2つ、未完成の長編み、ここにも未完成の長編み2つを1つにします。まずここに長編み2つ、さっきと同じです。次は未完成の長編み、ここにも引き抜いて斜めができました。鎖2つ、裏返して内側から編んでいきます。次の三角のスペース、未完成の長編み、で同じところに長編み2つ、鎖1つと長編み3つ、これを繰り返してここまで、ここで長編み2つと未完成の長編み、これを繰り返していきます。表からと裏から繰り返してしばらく編んでいきます。斜めの部分を編んで、今未完成の長編みと長編み4つで、また未完成の長編み、次はこの部分を編んでいきます。鎖3つ、1、2、3、裏返します。内側から編んでいきます。この真ん中のスペースに長編み3つ、1、2、3で
マーカーのところに長編み、ここからこれを繰り返してまっすぐ編んでいきます。鎖3つ、1、2、3、裏返して、今度は外側、この真ん中に長編み3つ、鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに長編み、これを繰り返していきます。鎖3つ、裏返して真ん中に長編み3つ、鎖の下から3つ目、長編みで、これを繰り返してしばらく編んでいきます。今反対側も編んでいて、作りたいストラップの長さになるまで、こちら側からも編んで、こちら側からも編んで、でだいたい真ん中ぐらいで縫い合わせたいと思います。でしばらく編んで好きな長さにします。ストラップを編んできました。長さはこの長編み3つが始まったところから測って、16.5 センチぐらい、こっちも同じ。これは実際に肩に当ててみて好みの長さにします。これは使う時にはもうちょっと伸びるので、それも含めて少し短めにストラップを作ります。次は糸を切って、でここで縫い合わせます。縫い合わせる時に使えるので、片方の糸は長めに残します。で引き締めて、こことここを合わせていきます。で裏返してねじれていないか確かめてから、裏返した状態で一つずつ縫い合わせていきます。縫い合わせるのはまずここ、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 最後はここ、鎖の下から3つ目、こことここを縫い合わせます。向こうはこの鎖の下から3つ目、ここと縫い合わせます。で今手前から糸が出ているので、このまま向こう、この鎖の下から3つ目、2本の糸の下で、端の2本の糸の下、もう一度同じところ、これでしっかりと縫い合わせました。次はこことここ、2本の糸の下、
次はここ。次はここ。この長編みの上、こっちも端の長編みの上で、最後はこの鎖の下から3つ目、この2本の糸の下、向こうはこの端、この2本の糸の下で、これでつながりました。で、ここで糸端があるので、ここと結んでおきます。で、結んでから糸端を隠すと便利です。これをしっかりと隠します。で、こっちも同じように針で隠します。これでつながりました。これで出来上がりました。とても可愛いバッグになりました。使う時にはこんな感じで肩にかける長さで作りました。シンプルなんですがとても可愛く出来上がりました。サイズを測りました。上から下まで43、一番低いところで20センチ、横幅30センチ、ストラップは32センチ。使った糸の量は 160g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。